きまちゃんの裏科学講座。わー。はい、こんにちは。アナリティクスの解析から、ルプ主脳内のおじさんに刺さるキャラコンテにて選出され、同キャラで実際の声の人が配信してるけどそちらとは一切関係ない、中の人が喋らないタイプのフリー素材の野生の VTuber、めいめいひまりこと、きまちゃんですよ。このシリーズでは、巷でなんか話題になってるけど、間違ってたり信憑性が曖昧な科学関連の話題を取り扱っていきますよ。今回は前回と同じテーマの後編を引き続きお届けしていきます。前回ではこのテーマについて、自分が十分にコントロールできる範囲の現象に限定するならばそうとも言えるものの、初期条件を自由とした場合の社会的な成功という対極的な事象の結果については、その相対的なプロセスの予測がカオス理論的に実質的に不可能で、また量子論的に本質的に不可能であるため、客観的な事実としてはそれは運でしかないという結論になり、自己啓発界隈で用いられるこういった文言が示す平等は誤りであるということをお伝えしました。しかし、民主主義社会において個人がどんな思想を基本的な行動指針とするかは自由であるため、個人の思考の範囲で実践するならば特に何の問題もないということにはなるのですが、心理学や精神医学の研究において、この実践にはリスクが伴うことが近年分かってきた。というのが前回までのあらすじになります。ということで、今回はこのリスクの部分についてをやっていきます。2015年頃、モントリオール大学神経学研究所の人たちはこんなことを考えました。わあ、自己啓発界隈無駄に発展しすぎやろ。強く思えば願いが叶うとか、謎のパワーで成功を引き寄せるとか、そんなこと普通に考えてあるはずないやろ。成功するかどうかなんて論理的に考えてどうやっても運やっちゅうねん。しかしまあ、かなりの人が読み書きも四則演算も満足にできんのが実情やし、成功者がこうやと言えばそれを盲目的に信じてまうのも仕方ないとは言えるな。勝手にやって勝手に無駄なことするのが自由やし、薬とか変な儀式とか破壊活動を行うとかでもなければ害もないからええか。ふむ、ちょっと待てよ。こういうのってほんまに害がないんやろか。こんなもんほとんど詐欺と変わらんし、大半の人が満足な結果は得られんはずや。そういった人たちは理想のために多少の何かを犠牲にして努力しとるのに、成果が実らないという現実とのギャップにストレスを感じるんやないか。しかもそれがわからんからそれを信じとるわけやから、本的にどんどん泥沼にはまっていく。よし、ちょっと調べてみるか。実験に適した被験者を集めるのが難しくてサンプル数に難がある代わりに、唾液のコルチゾール値を測定することで生理学的に定量的な比較ができるようにしてみたが、これはかなり興味深い結果になったな。まず、自己啓発にも色々あるからざっくり2タイプに分類して、それらの異なるタイプ同士と自己啓発にハマってないグループの三つどもえで追跡調査したら、基本的な日中でのコルチゾール値はどのグループも大差ないんやが、トリア社会ストレステストを受けた際の反応としてのコルチゾール値の増加と抑うつ度のスコア変動に特徴的な優位差が見られる。第一ステップとして自己啓発グループ全体とノーマルグループの比較では、反応性コルチゾールに優位差と言えるほどのものはないが、抑うつ症状は自己啓発群が明らかに高かった。自己啓発グループを概念的に広い範囲でとにかくポジティブで幼児的な成長志向型と、ある程度狭い範囲に特定して問題解決を促す問題解決型に分けて比較した第2ステップでは、成長志向型グループの反応コルチゾール値はノーマルグループと比較して優位差はないんやが、問題解決型グループにははっきり優位差が見られた。そして抑うつ症状のスコアは、成長志向型と問題解決型の間では優位差とはまでいかないものの、成長志向型とノーマルの間では顕著となった。これらの結果からわかることは、サンプルサイズに難があることから些細な優位差については無視するとしても、
サンプルサイズが小さいのに反応コルチゾール値の効果量が大きいという点を考慮すると、少なくとも自己啓発の信者の人らは、その思想そのもの、及びその手法の実践によって、自らストレスを増加させて不安定になって待っとる可能性が高いと言えるな。もし本当にそうやとしたらあまりにもひどい話や、もっと研究を広げて何とかしてかんとな。モントリオール大学神経学研究所の人は、自己啓発界隈の売り文句を相対的に鑑みて、論理的に考えてそんなことあるはずねえだろ、という、まともな思考ができる人なら当たり前の懐疑論を持ちつつ、そこから少し踏み込んで、意味がないだけではなくその実践自体に精神的な危険があるのではないか、といった観点での研究を行いました。多分お金を出してくれる人があまりいなかったので大規模な実験はできなかったものと思われ、あと、年齢とか性別とか人種とか自己啓発との関わり方とか、統計部差を広げる要素を排除した被験者の選定がかなり難しいこともあって、全体で32名というちょっと心もとないサンプルサイズではあるものの、ストレスホルモンとして知られ、唾液からその分泌レベルを計測できるコルチゾールを利用して、生理学的なアプローチとの合わせ技で研究結果の信憑性を高める工夫を行い、少なくともこうである可能性は高いと言えるという結論を導き出しました。まず、自己啓発ジャンキーの人たちと普通の人たちとの唾液中コルチゾール値の差を分析してみたところ、コルチゾール値は自然状態でも1日のうちに一定のリズムで変動することを加味した上で、自己啓発ジャンキーの人たちと普通の人たちとの間に、こうであると言えるほどの大きな差は見られませんでした。これは、双方の普段の基本的なストレス度合いにほとんど違いがないことを表しており、この結果だけで単純に捉えるなら、別に自己啓発ジャンキーの人がストレスが高くないとも言えなくないですが、より深い知見を求めていくための実験ステップとしては、双方に体質などに特異性のある人が含まれていないことを示すとともに、そもそももともとストレスを感じてるからジャンキーになっているのでは、といったような懸念要素について、少なくともこの実験でのグループにおいては除外できるということになります。ついで、トリーや社会ストレステストを実施し、これに対する反応を調べました。TSST とは、面接や暗算、人前でのスピーチなど、決まった手順で心理的に負荷をかけ、自分が他者からどう思われるかという人間の社会性を利用した、定量的な評価を可能とするストレステストです。これにより、これを行う際の心拍のモニタリングや、実施後のコルチゾール値を測定することで、社会性的ストレスに対する反応性を調べることができます。双方ともにこれを実施し、反応コルチゾール値を計測してみたところ、優位差と言えるほどの差は検出されませんでした。ただし、弱い相関性が確認されたことと、抑うつ度を計測するベック抑うつ質問票によるうつ症状診断を行ったところ、自己啓発ジャンキーのグループには明らかな抑うつ度の増が見られたため、これについて詳しく精査するために、さらに次のステップの分析が行われました。このステップでは、この動画のテーマともなっている、強く思えば成功するなどといったような、ふわっとしたスローガンタイプの自己啓発思想を成長思考型、これよりは少し具体的で、ある程度狭まった範囲の問題解決を目指す自己啓発思想を問題解決型、と分類した上で、普通の人たちと合わせて計3つのグループを相対比較しました。すると今度は、問題解決型グループの反応コルチゾール値には優位差が現れ、成長思考型グループの値には優位差は見られないという結果になりました。同様に抑うつ度の比較をしてみると、成長思考型と問題解決型の間では優位差まではいかないが、普通の人たちと成長思考型の間では優位差となるということが分かりました。これらの結果から考えられることは、今回の実験ではサンプル数が少ないために統計的な優位差があるとはいえ曖昧性があるものの、逆にサンプル数が少ないにもかかわらず反応コルチゾール値の変動の差が著しいことから、少なくとも自己啓発ジャンキーの人はそうでない人に比べて、触れているその思想や手法などの影響によりストレスが増加しやすくなっている可能性が高い、ということが言えます。端的に言うと、幸せを求めて頑張って自ら壊れに行っている人、ということになるわけですね。力尽きるまで伝統にタックルしたり、
焚き火に飛び込んで焼死するハムシを見ているような悲しさを感じます。この研究報告の影響もあり、これを確認する研究やそのメカニズムの解明の研究も現在では進んでいます。メカニズムについての一例としては、いわゆるネガティブ思考の半数が抑うつ症状を悪化させるというものがあります。自己啓発では、特に成長思考型のような方法論がふわっとしていて期待値の低いものほど、実際に何か良い結果が得られる確率は低くなります。何をどう定義してどんな状態に対してどんな基準で評価し、具体的に何をすればいいのかが全て曖昧なためこれは当然のこととも言えますが、パッとしたイメージはポジティブ思考と解釈できないこともないものの、一向に成功しない、手応えが全くないという実践経過においては、ネガティブ思考が繰り返し反芻されることは想像に難くありません。これについても様々な研究で多角的にアプローチがなされており、知見としてはかなり固まってきているようです。そんなわけで、自己啓発をたしなむかどうかは個人の自由ではあるのですが、ガチで信じて実践してしまうとどんどん精神的にやられていく可能性が高いため、ちょっと気になっている人はハマってしまう前に、すでにハマってしまっているがうすうすこんなの嘘っぱちだと思い始めている人はすぐにやめましょう。また、これを紹介することは本質的に自分が加害者になっているようなものなので、どうしてもやりたい人は自分一人で楽しみましょう。成功者ともてはやされ何か勘違いして成功哲学みたいなことをやっちゃってる人は、ちょっと冷静になって客観的に自分のその状況を分析してみましょう。まあよくよく考えるとあなた個人の意思決定という要素自体はそんなに大したことはありません。運が良かっただけです。本気で何かの役に立ちたいと思うなら、できる限り具体的で形式的な方法論を教えるようにしましょう。前回の前半でもやりましたが、人生の対極的な成功が得られるかどうかなんてのは完全に運です。すべての人にできることは、可能な限りの計画性に基づき、考えついたらとにかくやってみて、トライアンドエラーを繰り返しながら分析を加えて状態を改善していくことだけです。これでも結局最終的に成功するかは運ですが、それに固執しなければ、些細なものではあっても何かしらの成果は手に入れていることでしょう。努力に疲れたのなら休めばいいし、諦めて他のことをやってもいいのです。誰かが何か行動することに対して、印象が良いものを人は努力と呼び、印象が悪いことは努力と呼びません。しかし努力の、努めること、あるいはその力学そのものという定義においては、何かしらの特定の行動をしないという選択をして、それを実施することも努力たり得るし、特定の行動をしているのに成果が得られていない状態でも努力たり得ます。つまり、本当に努力をしていない人などこの世に一人もおらず、同時に、真の努力をしているなんて人もこの世に一人もいません。どれだけ成功していようが失敗していようが、固有の意識が最後に行き着くのは等しく死という永遠に続く虚無です。俯瞰的に見て、すべての物事に意味などありません。その努力が楽しいなら続けてもいいですが、疲れるだけなら努力の方向性を変え、肩の力を抜いて辛くないように適当に消化試合をしましょう。めっちゃ頑張ってそうなこの子たちは絶滅しました。めっちゃ怠けてそうなこの子たちは現存しています。そんなもんです。今回の参考文献は概要欄に適当に貼っておきます。暇な人は見ておいてください。それでは今回はこれでお別れです。チャンネル登録するかどうかはお任せしますが、できればもう一本別の動画を見ていって、やっぱり登録してくださいお願いします。あといいねと、ハイクとかいう機能がついたみたいなのでそちらもよろしく。あと、学校や職場の友達同僚、親兄弟親戚、近所のおじさんおばさん、であった知らない人に